います。コロナ禍や仕事の関係で海外滞在中に日本へ帰国できず、運転免許証がやむを得ず失効してしまった場合、どうなるのかということをお伝えしていきます。今日の目次としては、海外で免許証が失効した。期限切れ運転免許証を取り戻すには、兵庫県の場合を例に挙げて、期限切れ免許証の受験手続き、そして有効期限切れ免許証の当日の手続き、結論として遅延していても運転免許証は発行してもらえるっていうことを検証していきたいと思います。まず、私の場合は2019年2月から2021年9月初旬までベトナムでノマド生活を送っていました。2021年7月にベトナム内で引っ越し、新しいマンションに入室したその瞬間に、このマンションで感染者が出たから今から外出禁止ですとエアビーのホストさんに突然言われたっきり、70日間の厳しいロックダウンに巻き込まれてしまいました。最初はそのマンションの地区だけが封鎖されていましたが、瞬く間に車で約3時間ほどのホーチミン市が都市封鎖され、私の町全体も封鎖されました。スーパーの食料品も殺到状態、デリバリーも価格高騰、もしくは品不足で食料品調達も厳しい状態になりました。その様子に関してはこのビデオに詳しくお伝えしています。それまでは美味しいベトナム料理と欧米人がよく行くレストランでちょっと太り気味でしたが、少しずつ体重も減ってしまい、かなり精神的にも辛い状況の中、日本の家族から運転免許証の更新はがきが来ているよと連絡をもらいました。近所のスーパーへも行けないし、ホーチミンのタンソニャット空港への交通手段も非常に見つけにくい状況でした。そしてイギリス人のフィアンセと暮らしていましたが、コロナの状況から外国人は日本へ入国しにくい時だったので、もう長年ペーパードライバーだし、苦労して取った運転免許証が失効になっても、もう二度と取れなくても仕方がないのかと諦めてしまいました。精神的に余裕がない状態で調べたせいか、本人が帰国し、手続きしなければ完全に失効だと思っていたのです。その後、ベトナムの厳しいロックダウンに耐えきれず、イギリスへ移動し、運転免許証のことは諦めたまま、2022年3月に日本へ帰国してきました。ここからは期限切れ運転免許証を取り戻すにはについて話していきます。2022年日本へ帰国し、少し落ち着いてきた頃に苦労して取った運転免許証に未練があり、もう一度調べ直しました。すると心に余裕があったせいか、どんどん情報が見つかりました。諦めていた運転免許証ですが、期限切れの運転免許証でも手続きをすれば再交付されることが分かりました。私の場合は兵庫県に住んでいるので、1日休みを取って普段の免許更新に利用している最寄りの阪神免許更新センターへ行ってみました。ところが、ここでは有効期限切れの免許の更新は受け付けていません。明石の運転免許証試験場か田島運転免許センターへ行ってくださいと言われてしまいました。ここでのポイントは、遅延手続きは兵庫県の場合、一般の運転免許更新センターでは受け付けておらず、最初に運転免許の学科試験を受けた明石の運転免許試験場か、北部では田島運転免許センター2カ所でしか受け付けていないということが分かりました。しかも受付時間は30分と非常に限られています。ここから兵庫県以外でも同様のことが考えられますので、期限切れの免許の更新をされる方は、私のようにならないためにも、まず都道府県で一番大きな免許試験場もしくは更新センターに、どこで遅延の免許の更新を受け付けているのか、まずは電話で問い合わせしてから行くことをお勧めします。では、兵庫県を例にとって期限切れ免許証の受験手続きについて見ていきます。このプリントは阪神免許センターでもらったものです。リンクを概要欄につけておきますので、よかったら見てください。まず、運転免許証が期限切れになった場合、兵庫県令和元年12月1日改訂版です。こちらは変更する場合があるので、ご参考程度にご覧ください。事前に各都道府県の大元の免許試験場もしくは更新センターにお問い合わせください。まず最初に有効期限が切れて6ヶ月を経過しない場合です。
ちらは都道府県の一番大きな運転試験場もしくは更新センターに行かなければいけません。必要物は本籍記載の住民票、失効した免許証、写真1枚、黒色ボールペン、印鑑、執行理由が海外旅行、災害、その他政令で定める理由がある場合、証明書類を提出すれば免許経歴が継続されます。初心者限定解除という形で初心者ではありませんよっていうことが記載されてしまいました。規制試験は視力、運動能力、聴力、心視力で、特定執行者に対する講習を受講すれば学科試験及び技能試験は免除されます。有効期限が切れて6ヶ月を超え3年を経過しないでやむを得ない理由があり、その理由がなくなって1ヶ月以内の場合はほとんどは上記と同じなんですけれども、やむを得ない理由を証明する書類、パスポート診断書、在所証明書、外国の運転免許証、これは取得されている方ですが、そういうものが必要になります。そして試験種別は上記と同じです。次に、有効期限が切れて3年を経過したもののうち、やむを得ない理由が平成13年6月20日以前に発行し、その理由がなくなって1ヶ月以内の場合っていうのは、ちょっと試験会場が兵庫県の場合変わっていました。必要物は上記と同じなんですけれども、特に HB の鉛筆消しゴムっていうのが追加されています。そして試験種別は上記に加えて学科試験を受けなくてはいけません。でも技能試験は免除されるということです。ここで当日試験場で聞いたのは、有効期限が切れて6ヶ月を経過した場合は初心者の免許証が交付されてしまうということです。警察官の方の話によると、初心者の免許証になると3点引かれると試験場に呼び出され、再度講習会を受けなければならないそうです。またそれを無視して放置しておくと、1日で学科試験と技能試験を受けなければならず、その合格も非常に難しく大変だそうです。では、有効期限切れ免許証の当日の手続きについて見ていきます。これは当日会場でいただいた紙なんですけれども、本免許の場合は写真を貼り付けて書類などを書き込みます。で、その書類を申請しチェックしてもらいます。そして証紙を購入して適正試験を受けます。ここで登録カードを作成して受験番号表が交付されます。その後、2人の人の指示に従って手続きすればスムーズにことは進んでいきました。午前11時から手続きを始め、途中お昼休憩があり、免許証が交付されたのは2時40分ぐらいでした。持ち物に写真とありましたが、その写真は免許証に使われるものではなく、最初に提出する書類に添付するためのものです。当日の会場で700円ぐらいで写真を撮ってもらうコーナーがあり、カメラマンに撮ってもらえたので、自動で写真が撮れるタイプのものより表情が和らいでいました。申請書審査で書類を受け付けてくださった方によると、2022年4月初旬の時点でコロナの影響で彼らの業務がとっても忙しくなっていて、外国にいて免許更新が遅延した人は多い時で1日80人、平均では1日50人ぐらい訪れているそうです。多忙極まりないらしく、各国の大使館でこのような遅延手続きができるよう皆さんが声を上げてくださいと言われてしまいました。適正検査は通常の免許更新と同じ視力検査でした。視力検査は片目ずつ行います。私は右目と左目の視力の差が大きいので、例外的に視野検査もされてしまいました。今回初めて受けた運動能力については、試験官の真似をして万歳をしたり、片腕ずつ上げたり、片足立ちになったりするのを7名ぐらいが一斉に受けました。適正検査の後、お昼休憩が1時間ほどあり、私は地下の食堂でうどん450円ぐらいを食べました。講習会の時に警察官の方から聞いた話では、遅延手続きの人が以前移動のために自動車を運転し、このお昼休みの時に運転して事故を起こしてしまい、無免許運転で現行犯逮捕されたということがあったそうです。イギリス人が免許申請に来て、どうして日本の車は信号機のない横断歩道で歩行者がいても止まらないのですか？危ないですと言っていたそうです。日本は海外に比べて交通マナーがよく安全かなと思っていたんですが、海外の人からちょっと危ないと思われていたということで少しびっくりしました。講習会の後、免許証用の写真を撮ります。その際、4桁の暗証番号を作り入力する必要がありました。
その後、当日中に運転免許証が無事発行されました。結論としては、遅延していても運転免許証は発行してもらえるということです。海外にいてどうしても日本へ帰国できない場合や、日本にいても免許更新に行かなかった場合、遅延していても運転免許証が発行してもらえます。ただ、執行後はできれば半年以内に手続きした方がスムーズです。パスポートを持っていきましたが、私は6ヶ月以内だったので、目視だけで中の細かいチェックなしでも受け付けてもらえました。これが6ヶ月を過ぎていったら、書類のチェックはもっと厳しくなりますし、再発行された免許が初心者向けのものになってしまい、初心者の期間に違反で3点落としてしまうと、再講習を受けなくてはいけなくなります。以上となります。よかったらブログの方も見てください。今日はご視聴ありがとうございました。